あらゆるものに、あらゆるものが関わっているから、今自分が触れているものの中で自分が興味あって、これが大事だな、大切だなと思うものを、本当に心を向けて取り組むっていうことが、最もね、他の人の役に立つんじゃないかと、僕は思うんですよね。こんにちは。本日も宗介先生とふんわり魔法の授業室へようこそいらっしゃいました。このチャンネルは皆様からいただいた質問やご相談をもとに、普段先生という形でやらせていただいている私が、それに対して一緒に考えつつお答えをしながら、皆様と対話を深めて、普段なかなか自分で考え進めたり、理解を進めたりすることが難しい事柄について一緒に検討してみよう。それによって皆様が自分自身の道を進んでいく、その手助けになれればなと思って開設したチャンネルです。そこで本日いただいているご相談なんですけれども、これは普段僕がお子様、生徒さん方と関わる中でも出てくる質問で、今回もね、いただいたんですけれど、大人の方もね、同じように考えている方が結構いらっしゃるんじゃないかと思います。実際に内容はどういうものかというと、他の人の役に立つお仕事がしたい。けれども、どういうものが本当に役立つのかわからない。だからどうしたらよいか。そういうご相談でしたね。これは皆さんどう思いますか？やはりね、誰しも他の人の役に立ちたいと感じることはあるでしょうし、人間はそうやってお互いのね、役に立つ、また自分が役に立っていると感じることによって、自分自身をね、より大切にできたり、他の人を大切にできたり、いわゆる自己肯定感、そういったものも、このようなね、場面から生まれてくるとも言われていますよね。ただね、その話をね、考えていたときに出てきたのが、じゃあどういうのが役に立つ仕事なんだろうなっていうことになったんですね。で、パッと思い浮かぶのは、災害の場面とか大変な状況が発生しているときに、ボランティアでその場所に行って困っている人、苦しんでいる人の手助け、サポートをしてあげるっていう、そういうことがね、今してあげるって言いますと、ややね、押し付けがましいかもしれませんけど、そういうところで手助けをする。そういうボランティアっていうのはね、いかにも他の人の役に立つものですし、自分自身もね、そう実感しやすいものだと思います。ただ、ここまで一緒にお話を進めて、やっぱり出てきたのが、と言いますか、じゃあ全員が全員ボランティアならいいのか、私たちの誰もがボランティアであった場合はどうだろうっていうこともね、考え進んだんですよね。皆さんこれはいかが思いますか？ね、例えばね、銀行にお勤めの人が現在お勤めという形ですけれども、ある時からもうボランティアにしようということに決心して、お給料いりませんと、その会社に言った。で、会社としてはね、そうか、それはありがたいって話になるかもしれませんけど、この元会社員の方も、いや、ボランティアですから私は人の役に立てればいいんですということで、今まで通りのお仕事をお給料なしでやる。そういうね、こともありえなくはないですよね。で、その結果、おそらくその方はしばらくすると蓄えが尽きて、食べるものを買うお金がなくなるでしょう。っていうことになりますよね。で、今一人だけ取り出しましたけど、じゃあ例えばもうすべての人がボランティアとして生きるっていうことになった場合はどうかというと、でその銀行なんかもお客さんが来るって話になりますけども、お金を預かるんで、トントンですから、利子とか取りませんよ。その費用は取りませんよ。だから利益は出ませんよ。でも皆さんのためだからやってます。八百屋さんとかも、お野菜は
販売するというか、あげますよという形になり、お客さんもらいますよ。そして、この場面、こういう形はね、すごい昔の原始時代というか、旧石器時代とか新石器時代とかそういう、いわゆるお金がね、明白に生まれるまで、この時点でもね、貝殻とかね、貴重なもの、貴重だと当時の人間の皆さんが思うものを交換素材にして、経済は回されていたと言われていますけど、そうじゃなくて、物々交換的なね、意味合いで、一応社会も成り立ちそうではありますよね。ただ、本当にそれでうまくいくかっていうことがありますよね。そちらへ持っていくためにはかなりこの地球上に暮らすみんなで本当に考えて仕組みを作っていかないとなかなか実現しないんじゃないかなと思いますよね。もちろんね、それをこういう方向を実現するべく研究を進めたり頑張っていらっしゃる方もね、現在も存在すると思いますし、これをお聞きくださっている皆様もね、そういう方向について熱い思いが芽生えたならば、ぜひ研究してみてほしいなと思うんですけれども、今、冒頭に戻って他の人の役に立つ仕事や活動がしたいっていうことからすると、自分がボランティアという形でやるのはいいかもしれないけれども、その自分が食べていけるような形もやっぱり求められる。これもね、農家さんとかにお手伝いに行って、そこでご飯をいただきながら作業は手伝う。そういった形でお金は動かないけれども、食べ物、自分の体を支える素材はいただける。そういうような形のね、ボランティアといいますか、ヘルプを行っている方もいますよね。さて、そう考えてくると、まずは現在の人間社会のあり方を一旦前提として、そこからスタートする必要がありますから、そこからスタートすると、誰しもがボランティアとして対価なく振る舞う、人の役に立つことを目指す。というのは、ちょっと現実的ではないかもしれないぞ。そういうことが分かってきますね。では、じゃあ、役立つっていうのはどういうことなのか。ここまでね、パッと分かりやすい形でボランティア、つまり自発的に助ける、自発的に誰かの役に立つっていうものの見方の自発的に部分みたいなところを中心にしましたけれども、じゃあ役立つって何なのか。このね、ボランティアでいじめをしますとかだと、どういうことですかっていうことになりますよね。みんないじめないから僕がボランティアでいじめてあげるよとか、僕がね、ボランティアでパワハラしてあげるよ。ね、誰もしないんだもんとか、そういう話になってくるともう、ボランティアって何なのってことになりますよね。だから今のはボランティアっていう言葉遣いが、奉仕と日本語では結構イコールに近く使われているところを、面白く言ったんですけれども、そこはいいとして、じゃあ役立つっていうことは他にどういう意味合いがあるのか、皆さんどのように思いますか？別な尋ね方をしてみるならば、皆さんは今普段自分が暮らしていること、それらの何か活動していること、取り組んでいることが役に立つものだと感じていますか？で、今回ね、このご相談者さんに僕が一緒にお伝えしたいこと、お話を深めてみたいことはこちらの点なんですよね。役立つっていうことの意味が限定されすぎているんじゃないかというのが、メインのこの動画で、今回の動画で僕がお伝えしようかなと思うことなんです。どういうことかというと、例えば、今ね、ここまでお聞きくださっていて、ちょっとね、ずっとお聞きくださっている方は疲れたかもしれませんから、
近くにあるね、もし街の中とかお家でもね、近くに建物がある環境にいらっしゃるならば、ちょっとその建物やビルを眺めてみてください。そのビルにね、今どのぐらいの人が中に入っているだろうかとか、何人いるんだろうなとか。で、そのぐらいの人がいるってことは、いくつね、おトイレがあるのかなとか、突然なんでトイレの話をし始めるんだっていうことなんですけども。で、じゃあ各階に1個ずつあるのかなとかね、男女分かれてるのかなとか。いや、でも今最近男女とか言うと問題も起きたりするよなとかね。共通使用トイレなのかなとか。で、そう考えていく。さらにその次に、では、そこのトイレや、そこから繋がっている下水管、下水道に、今ね、どのぐらいうんこやおしっこが流れているんだろうと、ちょっと考えてみましょう。まあ、これは想像ですからわかりませんけど、絶対いくらか流れているし、中には相当流れているビルもあると思うんですよね。お昼時とか。そう考えてくると、何をね、お伝えしたいかと言いますと、そういう、もう目に見えなくて、しかもね、何気ないうんこやおしっこが流れている。そういう事柄についても、まあ実際そのうんこやおしっこをした人がいるし、それを受け止める便器がある。で、その便器を作った人がいる。で、それを設置した人もいた。で、下水道をつなげた人もいた。で、下水道は今流れていってて、まあ浄水して川にね、きれいにして流すために浄水場まで流れていっている。それを設計したり設置したり工事した人もいた。で、たった今、そのうんこが浄水場で浄化された。で、川に流れて、水だけ流れていく。そういったことで、ビルの中のうんこやおしっこがそうなのだから、自分がするおしっこやうんこもそうなんだと。今ね、ごお家にいらっしゃる方だったら、トイレを思い浮かべていただいて、そうすると、そういう私たちの行動の一個一個どれをとっても、それらすべてになんか関わっているものや事柄がある。今の例で言えば、便器や水や浄水場とか、まあいろいろね、下水道とか、紙とか何でもいいんですけども、そういうのがある。それによって、まあ私たちの生活が成り立ってるんじゃないだろうかっていうのを改めて確認してみるということはポイントになるんじゃないかと思いますね。で、今ね、ほんとうんことおしっこだけ取り上げましたし、目の前にあるビル、その辺のビルと私たちは認識しているかもしれない何ってことはないビルを話題にしましたけど、そういうのがこの世界中に日本だけじゃなくて、まあ、どこでも外国思い浮かべてください。そして思い浮かべることのできない場所もきっとあるでしょう。名前の知らない国もあるでしょう。中にはね、世界中に国連に加盟している国の名前を覚えてるんだっていう人もいると思いますけど、じゃあ今度はその中のね、村があるでしょう。村に住んでない人もいるかもしれませんけど、ね、そういったことで、それらの存在、場所、出来事、物、道具、風景などなどすべてに、どの要素に対しても何らかの要素が関わっている。つながっていて、お互いに支えているな、ということだと思うんですよね。なので、そういうもう自分が触れる可能性のある事柄何でも、どんなことにでもつながっているんだから、その中間を媒介してね、媒介物を通して、うんこが流されていって、浄化されて川へ流れていって、そのうんこがきれいになるんだったら、例えば、きれいにするっていう作業については、川の水質汚染の防止とかに役立ってる。ってことは、まあ私たちがね、まあ、おトイレに油を流さないとか、そういう話で繋がっていますよね。
今のはその活動面、作業面を言いましたけども、そうではなく、それだけじゃなくて、それら一つ一つの要素すべてに関わっている、お仕事と言いますか、そういうものも存在します。まだお仕事にすらなっていないものも結構あるでしょうね。なので、そうやって、あらゆるものに、あらゆるものが関わっているから、今自分が触れているものの中で自分が興味あって、これが大事だな、大切だなと思うものを、本当に心を向けて取り組むっていうことが、最もね、他の人の役に立つんじゃないかと、僕は思うんですよね。はい。それではね、そういった形で役に立つお仕事や活動がしたいということですけれども、それは、ご相談者さんや私たちが自分のね、より目線を繊細に持って、いろんな関わりを見出していけば、必ず自分の身の回りに、そのご相談者さんが考えているような何かの役に立つ、人の役に立つような事柄につながる要素は存在しますから、それをまず見つけてほしいなと思います。はい。それではここまでお聞きくださってありがとうございました。またね、ご相談などお待ちしております。では皆様も、またね、寒いですから、お体にお気をつけてお過ごしください。では失礼します。さようなら。